さて今日皆さんにご紹介するのはこちら α7C2 と α7CR になります。正直ね α7C の後継モデルがそろそろ出るんじゃないかなとは思ってたんですけど、まさか α7C2 だけじゃなくてこっちの α7CR の2機種が今回発表されるのは予想外だった方も多いんじゃないですかね。α7C2 を待ってたという方はどっちに行けばいいのとね、今回の発表を見て悩んでる方も多いかもしれないんですけど、なので今回は初代の α7C からどう変わってさらに新機種この2台の違いについて僕の使用感とともにお伝えしていければなというふうに思います。まず α7C シリーズの C は、コンパクトの C ですでに発売済みのモデルの、同型センサーを引き継いで一回り小さいボディにフルサイズのセンサーを搭載したモデルになってます。フルサイズ機といえばプロユースを想定した機種が多く、ボディ自体がね、それ相応に、大きい機種が、多い中でカバンに放り込んで毎日ね持ち歩ける、フルサイズとしてカジュアルに写真や動画を撮りたいといった、ニーズを満たしてくれるのがこの α7C シリーズとなってます。今回新たに発表された α7C2 は α7-4 ので α7CR は α7R5 のセンサーを引き継いだモデルとなってます。ただ初代 α7C は、コンパクトなボディがゆえに、簡素化された部分もあるっちゃあるんで、日々ね使ってる中で、一部操作性に関してはちょっと惜しいなと感じる部分もあったっていうのもこれは事実だと思うんですよ。そんなねわがままな我々に応えるべくベースのスペックアップはもちろん、細かい点でも着実に改良が施されているので、そのあたりをね早速見ていきたいなというふうに思います。それじゃあまずね、スペックをちょっと表にしてみるとこんな感じになってます。左から α7C、α7C2 で α7CR となっていて、α7C と比較して性能が変わった部分に色をつけてみるとご覧の通り、ほとんどの部分でスペックは向上してます。また後の方で触れるんですけど α7-4 や α7R5 との違いはというとせっかちな方に向けてね先にそちらの比較表も映しておくので、じっくり見たいという方はですねちょっと今一時停止してチェックしてみてください。α7C2 は α7-4 と同型の約有効3300万画素のセンサーを、で α7CR は α7R5 と同等の有効約6100万画素のセンサーを搭載していて、どちらのモデルも初代の α7C と比べて解像度やダイナミックレンジっていうのはもう大幅に向上してます。オートフォーカスの性能に関しては測距点数を見ると α7C2 が759点と、一番大きくなってます。ただし α7C2 も α7CR も AI プロセッシングユニットが搭載されているので、これまでの瞳 AF がリアルタイム認識 AF となって人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機とその対象範囲がかなり拡大していて、さらに AF の精度っていうのももう比べ物にならないぐらい向上してます。でこれ実際に使ってみるとファインダーを覗いた瞬間にもうね違うなっていうのがもう感じ取れて、例えば人物のクローズアップであればこのね眼球レベルでそれを瞳を認識してピントを合わせてくれたりとか、あとはね濃いサングラスなので瞳が、見えていなくても瞳の位置を予測してそこにピントを合わせてくれたり、あとは被写体との距離があってね体の一部しか映ってなくてもその人物を高速かつ高精度に認識してピントを合わせてくれます。やっぱりね撮影のテンポが全然違ってくるし失敗も少ないので α7C と比べるとめちゃくちゃね撮影がしやすくなってるなと思います。でボディ内手ブレ補正に関しては一気に5段から7段へとね向上しているのと、対応するレンズ内手ブレ補正がある、純正レンズをお持ちであればレンズ強調補正機能でさらにね手ブレ補正の効果を高めてくれますし、動画でもアクティブ手ブレ補正っていうのにもちゃんと対応してます。で動画性能は α7C では 420-8 ビットの 4K30p までだったのが今回両モデルとも 422-10 ビット 4K60p での撮影が可能となって 4K30p、24p あとスーパー 35mm 相当の撮影では α7C2 では 7K から α7
α7CR は 6.2K からのオーバーサンプリングによる 4K の記録となっているので、解像感の向上っていうのはもちろんなんですけど、階調の滑らかさっていうのも初代 α7C に比べてもうほんとね、動画の画質これはね大幅に向上してます。 α7CR に関してなんですけど、 α7R5 と同じセンサーを搭載しているのであれば、8K でのね撮影がいけそうな気もするんですけど、残念ながら、今回はね 4K60p までとなってます。またね、4K60p での撮影時に α7C2 では約 1.5 倍の、クロップが入って、α7CR ではだいたい 1.2 倍のクロップが入ります。でその他ね、ちょっとスペック表にはスペースの関係上記載できなかったんですけど、S シネトーンや、ログの撮影、あとラットとかブリージング補正などにも、もちろん今回から対応してます。で次にね、操作性や撮影のしやすさについてなんですが、ここもね初代 α7C では、正直ちょっといまいちだなと僕が思っていた点っていうのが本当いくつも改善されてます。まずね、この EVF の倍率なんですけど、 α7C では 0.59 倍と、正直ちょっと割と小さめだったんですけど、ここはね大きく改善して約 0.7 倍となってます。両機種とも、高画素化しているので、ピントをねバチバチにマニュアルで合わせたいなんていう時に、この改善点っていうのは非常に見やすくなって、嬉しいポイントかなと思います。で次にこのね α7C ではなかったこの前ダイヤルがついて、これはね個人的にはめちゃめちゃ嬉しいですね。僕は写真撮影ほぼマニュアルで撮るんですけれど、こうやって構えた時に左手でカメラの絞りリングを回して、で右手でカメラをがっちりホールドした状態で、前ダイヤルを ISO、 後ろダイヤルをシャッタースピードに割り当てて撮影しているので、前ダイヤルがないとこの親指がこの後ろのね、通常だとこのホイール部分に割り当てられてると思うんで、この移動が結構大変なんですよね。ホイールには他にもいろいろと押し込んだ際の機能が割り当てられているので、やっぱ誤操作なんかもあったりしたので、これはね決定的な瞬間を逃すっていうことも減ってね、すごく撮影がやりやすくなったなと思います。でその他にも、写真と動画、あと S&Q の切り替えスイッチがついたので、写真撮影時、動画撮影時で撮影モードを簡単に切り替えることができるようになったのと、あと物理スイッチでカスタム撮影設定を割り当てられる数も、これ結果実質増えたので、静止画だったらロー JPEG、あとはお気に入りのクリエイティブルック、動画は 4K24p、60p でフル HD の 120p といった形で割り当てておけば、特にね動画では撮影シーンに応じてこの設定を切り替える箇所っていうのも多いので、フレームレートをね変えたけど、例えばシャッタースピードを変えるの忘れてたとかっていう、ミスも減るので、これもねめちゃめちゃ便利です。あとはね、カスタムボタンも1つから2つに増えてますし、ちょっとね、残念っちゃ残念なのが AF のねジョイスティックに関しては今回もね非搭載となってます。でこのねやっぱ全体としては厚み自体はねほんの数ミリ程度ちょっとねわずかに厚くなってるんですけど、ただこのグリップはね気持ち深くなったので、握りやすさっていうのはね α7C よりもかなり向上してます。またねここの素材が、α7-4 とか、その他の α シリーズにあるようにちょっとレザーっぽくなったので、親指でねボタンを操作するときに握っててね、滑りにくくなったっていう安心感はすごいあります。あとこれは α7CR だけなんですけど、こんなねエクステンショングリップが付属しています。これねめちゃくちゃいいんですよ。縦グリップのようにバッテリーを収めたりとか、シャッターボタンがついてるっていうわけじゃないんですけど、このねエクステンショングリップを装着すれば α7-4 や α7R5 よりも僕はね本当握りやすくなるっていう風に感じました。特に望遠ズームレンズのような重たいレンズを装着してで手持ちで撮影する場合に本当ね安定感っていうのがもう大幅に増していて、力が小指までしっかり使って握ることができるので、力が分散してすごくね疲労軽減にもなってるかなと思います。で背面液晶は同じバリアングル液晶となってて、でメモリーカードのスロットも1つのみとなってて、残念ながら CF エクスプレスタイプ A にはどちらも非対応となってます。
その他マイクとか、USB、HDMI も基本的には変わってません。で、個人的に嬉しいのは電源オフ時のシャッターを閉じてレンズ交換時とかにねセンサーにこのゴミとかが入り込まないにしてくれるっていうような機能が α7C2、α7CR ともにね対応してくれたのは、これはね非常に嬉しいポイントですね。というわけでね、α7C から大幅に進化した α7C2 と α7CR なんですけど、α7C からの乗り換えはもちろん、APS-C 機の、サイズ感が好きで、α6000 シリーズとかを使っていて、でもやっぱフルサイズいいなと思ってる方にも、おすすめできる機種となってると思うんですけど、やっぱりね、これね、価格の情報がないと何とも言えないんですよね。僕はこの動画今撮影してる時点で最終確定した価格を知らないので、あくまで、同型センサーを搭載している α7-4 や α7R5 と、同じくらいかちょっと下回るかなぐらいの価格で、出てくるっていう予想のもとお話ししてきますね。まず前のモデルの α7C からこれだけアップグレードされているっていうことを考えれば α7C2 は、コンパクトなサイズ感を重視している方にとってはこれかなりねおすすめできるし、コスパも高いモデルになってると思います。実際にね、同じセンサーを搭載している α7C2 と α7-4 のスペックの比較表を見ると、簡素化されている部分はあるものの、α7-4 が発売されてから、もう2年近く経つので、かなりの点で現行の α7-4 よりもスペックが上がってるんですよ。これで仮に価格が同じ程度っていうことであれば、めちゃくちゃお買い得感はあると思うんですよ。じゃあ α7CR に関してはどうなのかというと、実はスペック的に α7R5 と比べてしまうと、同等どころか、ぶっちゃけダウングレードしてる点が結構多いんですよ。現行のねα7R5 が僕が今ソニーストアのね価格を見た感じだと、約55万5500円なので、もしこの価格と同じぐらいの金額で発表されるっていうことに仮になれば、プロユースで α7R5 を検討していた方であれば、正直 α7CR より素直に α7R5 に行った方がいいと思うんですよ。誤解がないように言うと、普段ね α7R5 を僕使ってるんですけど、今回 α7CR で、ストリートスナップだったりとか、ポートレートを撮ってる限りでは、ダウングレードされてるなって、使っててね感じる部分っていうのは、唯一4軸マルチアングル液晶の、ありなしぐらいで、あとはねそこまで極端に気にならないというか、むしろこのねエクステンショングリップをつけていれば α7R5 よりもねグリップ感がやっぱり上がって、正直ね軽くなったっていうこともあって、すごいね撮りやすいなっていう気はしたんですよ。なので趣味で楽しむ人で、コンパクトなカメラが欲しいけど α7C2 の3300万画素じゃちょっと物足りないかなとね感じる方で、なるべく安価にねこの高画素機が欲しいということで、もし仮に α7R5 よりも10万円ぐらい安い価格とかで出てくるんであればすごいいいと思うんですよ。でもやっぱりね仕事で使うプロユースで考えると、確かに 200g 軽くなってるっていうのは魅力なんですけど、それよりもデュアルスロットとかね、そういったセーフティーの方が大事かなっていう気はするんですよ。ただサブ機としてなら全然ありだと思うんですよね。でもね、僕ちょっと思ったのが α7R5 と同じセンサーだからってちょっとねプロユースみたいな方向にこれ頭が引っ張られちゃってたんですけど、500g 弱の手のひらサイズのコンパクトなもうほんとね高画素機が欲しいっていうニーズは確かにあると思うんですよ。例えば α7CR と本当一番コンパクトで描写性能抜群な、単焦点レンズを1本だけ持って、あとは高画素のね特性をフルに活かして、APS-C モードとか超解像ズームを駆使して、超ハイエンドコンパクトお散歩カメラみたいな用途って結構ありじゃないですかね。これだけ抜群のオートフォーカス性能を持っていて、そういった用途で使える6000万画素オーバーのカメラは市場にはねほとんどないと思うんですよ。ただねそういった用途で使うんであれば、ローだとデジタルズームとか超解像ズームは使えず、APS-C モードの1.5 倍とのね切り替えだけなんで、
ここはね、前々から僕ちょっとソニーさんにちょこちょこ言ってるんですけど、ロー撮影でクロップしてね、ズームできるような機能をぜひね、ちょっとお願いします。で、最後にこの動画的な観点からこの2機種を見てみると、あくまでね、動画がメインでコンパクトな中級機が欲しいということであれば、それだったら暗所でもノイズにシビアな撮影であったり、スローモーションといったクリエイティブなね、用途でも、オールラウンドで活躍する機種っていうのは、α7C シリーズよりも、さらにコンパクトなところでいくと ZV-E1 とかがあったりするので、正直ね、そっちを選択する方がいいかなとは思います。α7C シリーズはあくまで、写真がメインだけど、時折ね、綺麗な旅の風景や日常を、Vlog 風にね、綺麗に残したいといった用途で、使われる方には向いている機種かなと思います。別に α7C2 や α7CR の動画機能が、おまけ程度っていうんじゃないんですよ。もちろん 7K、6K からオーバーサンプリングされた 4K が残せるんですから、はっきり言ってほとんどの方にとってはすでに十分すぎる性能を持ってます。僕がね、今回ちょっとシネマティックな動画作例がちょっと時間がなくてすいません。ちょっとお見せできるものが今日時点ではないんですけど、ちょっとね、現在頑張って制作中なので、近いうちにそちらもね、公開予定となっておりますので、完成したらね、ちょっとそちらを見てもらって、動画機としてどんなもんかと見てもらえればなというふうに思います。はい。というわけで、本日はね、α7C2 と α7CR の2機種を紹介するということで、かなりボリューミーな内容になってしまったんですけど、本日の動画がね、参考になったということであれば、高評価とチャンネル登録を、感じたよ。チャンネル登録をしていただけるとありがたいなと思います。またしばらくこの2機種僕の手元にあるので、今日紹介しきれなかった点に関して、気になる部分がある方はですね、コメントいただければ動画公開からね数日間は、お返事できるので、もし何かあれば気軽にコメントをいただければなというふうに思います。はい、それでは、本日の動画は以上となります。またじゃあ次の動画でお会いしましょう。ピース。